こんにちは。今回は間もなく投入される兵団挑戦のメインになるバイキングと観念を PTR テストサーバーで試していきたいと思います。調整内容はこちらです。詳細確認したい人は一時停止ボタンでお願いします。その1に戻ります。メインの調整はバイキングと観念の大幅強化です。バイキングの強化はざっくりまとめると統率、人数、HP 回復、火力の強化、土器ゲージの溜まりやすさ増加とてんこ盛りです。観念の強化は移動回りと火力の強化、あと攻撃による HP 回復というのがつきました。砂ヒソは動きの改善という感じ、遠距離を優先に狙うようになるみたいです。白山は若干柔らかくなります。天策は2番スケールの武将ノックバックが7秒ごとになります。武将介入がしやすくなるので近接武将にとってはストレスがかなり減ると思います。晩秋連動は毒矢が飛ぶ確率が下がるのと移動速度減少効果が下がります。晩秋連動はコスパが良すぎたんで妥当かなと思います。武将で殺すのもやりやすくなりそうですね。こんな感じで変更いろいろあるんですが、今回はバイキングと観念について検証していこうと思います。ここからは兵団テストになります。まずはバイキングからいってみたいと思います。すごいスキル次第。届いてる。やっぱ3番ギリギリで使う。武将介入ない場合は基本的にマルタ歩兵の方が優勢ですね。勝てはしねえな。武将介入ありパターンでも試してみます。粘りだ。はい、こんな感じで武将介入なしの 1v1 だと基本的にマルタ歩兵が勝ちますが、武将介入ありだと結果がばらついたり変わってきたりします。次はバイキング対天策です。ゼロです。天策は無理ですね。 HP 回復する前に死んじゃいます。武将投げてる、武将投げてる。向こう何人だっけ？あれ、家ってそんでるんだっけ？イニシェルにも勝てないですね。ナンスロか。ナンスロには勝てねえな。ランスロットも無理です。うわー、これやばいわ。
これはやばいですね。アルギラ正面から殺せて、しかも HP もほぼマックスに回復してます。全体します。なんで HP マックスでアルギラを殺せるかの分析なんですが、アルギラは火力はあまり高くないんですが、長い槍のリーチを使って相手の移動を硬直で止めて HP を削っていくという特徴があります。それに対してバイキングは繊維紅葉という特徴とレイジ状態での HP 回復と制御効果の向こうもあって、それらがアルギラの特性を完全に目立ってるからだと思います。一応アルギラ側のバイキング対策もありました。それは2番スキルです。タイミングよく2番スキルを当てれればバイキングに勝ったり、かなり被害を減らすことができることが分かりました。これは一番うまく迎撃できたパターンです。とはいえなんですが、バイキングが正面から来てくれなければ2番スキルで迎撃できないですし、乱戦状態ではタイミングよくバイキングを狙った2番スキルも難しいんで、バイキングは明確なアルギラメタ兵団になったんじゃないかと思います。はい、ここからはバイキング対騎兵のテストになります。ダメか。引ききれない。騎兵には基本的に何もできないと考えて良さそうです。はい、次は観念のテストになります。うわ、強いわ。強いわ。うわ。強え。強えの。ニンテリはさすがに強いか。中華の威力は中華じゃない。破群の。歩兵には全般的に強いですね。アルギラは軍コンで対騎兵ダメージかなり減るので、後ろから入れても無理ですね。観念の上の集荷ルートも強化が入ったので試してみます。500。でもなんかさ、出てる弾の数すごい増えてる。こんなもんだった。こんな前言ってたっけ。
やっぱりアルギュラは騎兵からの被ダメージカットが大きいので、上ルートの集荷でもほとんどダメージ出ませんね。体力の瞬間火力の方が高いんだよな。騎兵対決のヘタイロイにはかなり負けちゃいました。結構ぐちゃぐちゃになる。この後そうだね、同ちゃんになったらかんないな。うん、変でいい。変わってない。火力が下がった気がするな。あんま変わってないね。下がるとなんだかわかんないな。見てない。ハクさんは被ダメージ減少効果が下がったみたいなんですが、体感的にはあまり変わってないように感じます。死んでない。3体。お疲れ様でした。最後に個人的に総評という感じでまとめていきます。まずはバイキングについてです。アルギュラ以外の歩兵に対してはややきついんですが、なんといっても現状はアルギュラ環境ですから、そのアルギュラを正面から倒せることが非常に大きいです。マルタ歩兵のように武将護衛する必要がないので、バイキングで遠くから狙ってアルギュラを殺すことができます。怠慢性能では他の歩兵に対してやや弱いんですが、乱戦だったり武将介入を加味すると一戦級の性能だと思います。統率値は統率軍根つけて193になるので、星4の中ではかなり低い部類になり、組める編成の幅も広がります。したがって兵団の選択肢とはかなりありになると思います。領土戦を考えてもアルギュラを崩すための選択肢として上がってくるので、持ってない人は今シーズンの兵団より先に入手する方がいいと思います。次に観念ですが、ぶっちゃけヘタイロイという役割が重複してます。単純火力ではヘタイロイの方が上なので、ヘタイロイでいいんじゃないかなと思ってしまいます。観念を使うメリットは、ヘタイロイは2番スキルが一度しか使えないのに対して、観念はスキルを何度も使える点です。要はヘタイロイより継戦能力の点は勝ってます。また、これは昔からなんですが、一番スキルの襲撃についている三眼銃の攻撃で、相手の武将だけを狙って殺すことが可能なことです。これらを考えると、野戦でなら観念を使うことは検討の余地がありますが、1対1でヘタイロイに負けるというウィークポイントが大きすぎるんで、一戦級になるのは厳しいと思います。入手に関しては、観念は入手難易度が高いので、ヘタイロイと観念を両方持ってない場合は、ヘタイロイを優先して取った方がいいと思います。最後に火力テストしたハクさんについては、あんまり変わっている感じはしませんでしたので、今まで通り使えると思います。私の総評は以上です。もちろんいつも通り PTR の調整状態のまま本サーバーに適用されるかは分かりませんので、あくまで参考ということでお願いします。ただし PTR のフィードバックの意見を見たところ、バイキングについては強すぎって意見があまりなかったので、そのままの状態で来るんじゃないかと思います。観念は私と同じで調整が微妙って意見が多かったので、もうちょっと強化されてくるといいですね。はい、今回の動画は以上です。もし参考になったと思っていただけたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。